44ユダの接吻。その夜は真っ暗であった。寒い北風が吹いていた。街には人影が全く見られなかった。民衆はローマの軍隊を恐れ、ユダヤの指導者をも恐れていた。アンナスの密使は至るところで人々の耳にささやいた。イエスは大悪人だ。しかも悪魔の回し者で、3日以内にエルサレムの神殿をぶち壊してしまうそうだ。とまことしやかに吹き込んでいた。イエスのことを慕っていた人々も次第に不安になり、自分たちもイエスの弟子だと思われやしないかと恐れた。ユダを先頭に大きな群れが町から出て行った。彼らはケデロン川へ通じる道を通って行った。手にかざしている松明の炎が不気味に揺れ動き、その入り口あたりを明るく照らし出していた。ユダが先頭に立って臆面もなくイエスに近づいていたとき、イエスは3人の弟子と話していた。暗闇の中で逮捕すべき人物、イエスを間違いないように、あらかじめ手はずが整えられていた。手はずとはユダが接吻することであった。イエスに接吻することは、弟子の中で最高の地位を占めることを意味していた。イエスが愛していたヨハネ、ヤコブ、ペテロよりも上位に立てると思っていた。だからこそ3人の弟子が見ている目の前で、イエスに接吻できた時は、勝利の喜びに浸り、天にも昇る心地であった。後になってからユダが告白したところによれば、あの時の接吻は、決して裏切りの行為ではなく、彼にとっては救いの行為であったという。神は、たとえそれが一瞬であったとしても、ユダのために救いのひとときを取っておかれたのであろう。接吻が終わってからイエスはユダに、友よ、と言った。それから同行の者に言った。あなた方は泥棒でも捕まえるつもりで、剣や棒を持ってきたのですか。私は毎日神殿の前に立って、隣人への愛と平和を説いていたではありませんか。イエスの体から放たれている神秘の光に、人々はたじろいだ。一人の男が棒で脅しながらイエスの肩に手を触れた。ペテロは怒ってその男を地上にねじ伏せ、持っていた剣を抜いて男の耳を切り落としてしまった。イエスはペテロに向かって言った。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は剣で滅びると言ってきたではないか。ペテロの殺傷沙汰が起こっている間に、イエスは逮捕され、縄で縛られた。その様子を影から見ていた若者マルコは、手にナイフを握りしめ、隙あらばイエスの縄を切って、イエスを逃がそうと待ち構えていた。マルコはイエスに近寄ろうとしたとき、一人の男が目ざとくマルコを捕らえ、二人は揉み合っていた。マルコは着ていた麻布の上着を剥ぎ取られ、すっぱだかのまま暗闇の中へ消えていった。普段は勇気あるマルコであったが、その時だけは恐怖に襲われ山々を歩き回った。彼はイエスを助けることができなかったことを悔やみ、泣き伏してしまった。彼も11人の弟子たちと同じようにイエスを見捨ててしまったのである。逮捕されたイエスの一行のはるか後ろの方からペテロはついていった。一行が大祭司の官邸に入るとき、どさくさに紛れてペテロも官邸に潜入した。大祭司の下僕が火を起こしながら話し合っているのが聞こえてきた。彼らはイエスのことについて囁いていた。イエスは大罪人であり、不敬罪に問われ、拷問にかけられた後で死刑になるのではないかと話し合っていた。時間が経つにつれて、そこにじっと座っているのが怖くなってきた。疲れ切った肉体と極度の恐怖心は、ペテロの体から根こそぎ力を奪っていた。彼は近くにいる者に呼び止められ、イエスの弟子ではないかと疑われると、そうではないと3度も否定した。彼もまたマルコと同じように、離れたところに行って、男泣きに泣いた。